今年もすでに半年が終わりました。2025年になって勝てるようになったという方、トントンになったという方、一方でまだまだ思うような結果が出ていない状態が続いている。そんな方もいらっしゃると思います。残り半年で状況を好転させるにはどうしたらいいか、前半戦のいい調子を後半戦もキープするにはどうすべきか、下半期の過ごし方を考え始めている方も少なくないと思います。そこで今回は収支マイナス、トントン、収支プラス、この3つのステージにいるそれぞれのトレーダーの特徴や問題点を解説しながら、今現在収支マイナス、トントンのステージにいる方が、残り半年でブレイクスルーを果たすために、これからの残りの時間で変えてみていただきたいことを、具体的なアクションとともにステージ別にお伝えしていきます。上半期思うような結果が出なかったという方は、前半戦を振り返りながら、こういうところが問題だったなと感じる点、失敗したなと思う点と照らし合わせて聞いていただけると、これからの半年変えないといけない点が見えてくると思います。一方の勝てるようになったという方は、こういうことに取り組んだ、こういう点を変えたらうまくいったということを皆さんご自身で振り返りながらこれからの動画を視聴してみてください。そうすることで下半期好調な状態をキープする、さらに伸ばしていくことにつなげていけると思います。まずは自分の現在地を確認しましょう。トレードにおいて改善の第一歩は今の自分の状態を客観的に知ることです。自分がどこにいるのかが分かれば、これから進むべき方向、やらないといけないことも見えてきます。ここではトレーダーを3つのステージ、収支マイナス、トントン、収支プラスに分けて、さらにトレーダーが身につけるべき 3M のスキルのカテゴリーごとに特徴とよくある問題を解説していきます。3M というのは、まず1つ目の M がメソッド、手法ですね。2つ目の M がマネー、資金管理。そして3つ目がマインドセットです。まずは収支マイナストレーダーのステージから見ていきましょう。このステージの最もよくある傾向の一つが、勝った時の利益が小さく、負けた時の損失が大きいというもの。小さな利益をコツコツ積み上げても、大きな損失一発で全部吹っ飛んでしまう。これは全員が経験あると言っても過言ではないでしょう。いわゆるコツコツドカンというものですね。また一時的に利益を出すことがあっても、その後のトレードで徐々にその利益を溶かしてしまう。月の初めには調子が良くて利益が出ていたけれど、1ヶ月トレードを繰り返していくと気づけば月間の収支はマイナス。この段階というのは勝ち方がまだ定まっていない状態です。なので調子が良くても続かないですし、ちょっと崩れただけで大きく資金を減らしてしまいます。このタイプの方に多いのが手法をコロコロ変える手法ジプシー状態です。インターネット、本、セミナー、いろいろな手法を見つけては試し、数回負けただけでやっぱりダメだと次の手法をまた探す。今はこのステージを抜けたという方も過去にこのような経験はないでしょうか。コロコロ変えるというと悪いイメージに聞こえますが、ポジティブに捉えるならば、これはいろいろなトレードスタイルや手法の中から自分に合ったものを試している段階。これは動画の後半でお伝えすることですけれども、取引手法は自分のライフスタイルや性格に合ったものである必要があります。その意味ではいろいろなものを試して合うものを探している状態とも言えますが、ただこれをいつまでも繰り返していては次のステージに進むことはできません。その理由は2つです。1つ目が自分のトレードの型が定まらないというもの。型がないということはトレードを行う時の判断の軸、ロジックがコロコロ変わっているということです。ロジックがないのでうまくいっている状態を再現することができないんですね。そして2つ目の理由がいろいろなものに手を出しているがゆえに手法に習熟するというスキルの習得につながらないからです。またトレードの根拠が曖昧でよくわからないけどなんとなく上に行きそう下に行きそうというように方向を当てる感覚でなんとなく入ったという場面が多かったり、相場の急騰や急落の動きにつられてついつい飛び乗ってしまう衝動的トレードやチャンスを逃すのが嫌でポジションを持つフォモトレード、有名な誰々さんがこう言っていたと他人の発言に影響を受けてポジションを持つそうした感情的なトレードも目立ちます。加えてとにかくトレードをしようとする、エントリーできそうなところを探す、いわゆるポジポジ病に悩まされているケースも非常に多いです。収支マイナストレーダーに共通するもう一つの特徴は資金管理のなさです。エントリー前にはこのトレードでいくらまでの損失なら被っていいかという許容損失額を決める必要がありますが、これを定めずに適当な取引サイズで注文する、損切りの水準も明確になっていない、または決めていても無視することが多く、いつか戻ってくるかもしれないとずるずると含み損を抱えたまま持ってしまい、ドカンと大きく負けてからやっちゃったとなってしまう。さらには含み損を抱えたポジションを難品で取り返そうとして、さらに大きく損を膨らませてしまう。こういうケースは本当によく聞きます。リスク管理も資金管理も存在しない、もしくは非常にお粗末な状態と言えるでしょう。そしてこうした表面的にわかりやすい現象より厄介でくせ者なのがマインド面です。
このステージの特徴を一言で言うならば、損失を受け入れることができない状態。負けが積み重なってくると、この損失を取り返さなきゃとリベンジトレード。取引サイズをいつもの倍以上にして負けた分を取り返そうとする。逆に勝った時には気分が良くなってしまい、今日はいけるかもと調子に乗って普段以上に大きな取引サイズでトレードをしてしまう。結果に振り回されて一喜一憂。トレードの執行がルールや基準といった判断ロジックベースではなくて感情ベースになっているので利益を出す再現性がありません。はい、ということで中には耳が痛いと感じた方もいらっしゃるかもしれませんが、トレードを始めたばかりの状態ではこのステージにいるのは普通のことです。説明の過程でいろいろな例をお話ししてきましたが、それらは僕自身も初心者時代に経験したことでもありますし、今はすでにこのステージを抜け出して活躍しているトレーダーの方、相場でレジェンドと呼ばれるような方でさえ最初はこういう状態だったわけです。ですので、現在はこのステージにいるという方も、そのこと自体をあまり気にしすぎる必要はないと思います。重要なのは、ここからできるだけ早く抜け出すために何をしていくかということですので、まずはしっかりと現状を把握するという意味で、次はトントントレーダーの特徴を見ていきましょう。勝つ時もそれなりにあれば、負ける時もそれなりにある。初心者の頃はとにかくエントリーしたら逆行することが多かったけれど、最近では相場の方向に正しく乗ることもできるようになった。でも収支は横ばいで資金は一向に増えない。そんなトントントレーダーになっていませんでしょうか。正直な話ですね、この段階まで来れることができた方は、マイナス時代の苦い経験を教訓にして、ある程度勉強もしてきたという方が多いのではと思います。テクニック的なことをしっかりですね、リスク管理や資金管理も取り入れるようにした。トレードの方向性も間違っていないことが多い。なのに収支はトントンのまま。あとほんの少し何かが足りない。そういう惜しい状態なんです。なので、まずはここまで来れたということに自信を持っていいと思います。このステージにいる方で多いのが、ここに書いた通り、勝って得た利益と負けて発生した損失がイコールになっているというもの。トントンなので当たり前のことなんですが、これなんでこういうことになるのかというと、大きく2つ原因があります。1つ目は、勝った時の利益を適切に伸ばせていない。つまり、勝った時の利益と負けた時の損失がほぼイコールの状態になっている。そして勝率も決して高くないという状態。ここに書いてある不等式はあくまでイメージですけれども、リスクリワードで言うと1未満もしくは 1.0 に近いという方が多いのではと思います。勝率 50% でリスクリワード1がブレイクイブンポイントですので、そのようなイメージで見てください。そして2つ目は無駄なトレードで利益を削っているです。このステージにいる状態というのはまだまだ無駄が多いんです。ではこの点も掘り下げながら 3M の観点で見ていきましょう。まず手法の観点から見ていきたいと思いますが、このステージにいる方は一応使っている手法はあるんですが、まだまだいろいろ試している状態で今一つ自信も持てない。そんな方が多いと思います。過去検証の量が不十分だったり、実際のリアルタイム相場での経験が不足していたりして、相場の動きが変わる局面でこのやり方で合っているんだろうか。例えばエントリー一つとっても、この価格をブレイクするのを待ってからエントリーするんだっけのように、セットアップの見極めやエントリーのタイミングと位置、損切りラインの場所、目標とする利益確定の水準、こういったことに不安になりがちです。で、それは最初にお伝えしたように、まだ習熟していないことによります。それから2点目のところですが、まだまだ無駄なトレードが多いというのも特徴です。皆さんこういう経験はないでしょうか？トレードの内容を後で見返したら、なんでこんなところでエントリーしたんだろうって自分でも気づくような場所でトレードをしていた。例えば普通に環境認識をしていれば気づくようなサポート要素、レジスタンス要素の直前で、それらに突っ込んでいくようなエントリーをしていたなどです。で、このステージにいる方は、そういった本来やるべきではない無駄なトレードがまだまだ多い状態だと思います。で、その無駄なトレードが利益を削ってしまっているんです。ただ先ほどもお伝えしたように、そのことに後から自分で気づけるまでには成長しているんです。ただ同じようなミスを何回も繰り返してしまう。この左側のマイナスステージにいる場合は、それすらにも気がつかないことの方が多いです。加えてもう一つあるのが、相場状況の見極めがまだまだ甘いということ。これは一つ前のところでお話ししたことにも当てはまるんですけれども、もう一つ例を挙げると、例えばレンジ相場と気がつかずに今自分が使っているトレンドフォローの手法で頑張って取引しようとしている。だから相場の動きと自分のトレードが噛み合っていなくて、値幅があまり伸びないとか、縦値まですぐ戻ってきてしまうとか、そういったことが多いという状態です。ここに書いてあることというのは全てではなくて、あくまでよくある特徴としてピックアップしたものですので、これ以外にもあると思います。ちなみに下線を引いてあるポイントは僕が各ステージで特に強く感じたことです。資金管理については意識はしてるけど徹底できてないという方が多いかもしれません。
例えば、利確が早すぎてリスクリワードが悪くなってしまう。これはこのステージの頭でもお伝えした通りです。50% を超える勝率があったとしても、伸ばしきれずにもったいないトレードが続くんですね。で、あとはマイナスステージのところで述べたようなリベンジトレード、衝動的、感情的なトレード、コツコツ度感、ポジポジ病がまだ少し残っていて、それらが損益に悪影響を及ぼしている。そういう状態の方もいると思います。マインド面ではこのやり方で本当にいいのかなというどこかで迷いがある状態というのが特徴だと思います。ポジションを持っていても勝てるか負けるかという個々のトレードの勝ち負けに意識が向きがちで不安感が抜けないですとか、あとはこの段階になるとルールをしっかりと定めてトレードをするようになる人も出てきますが、ルールを守れるようにはなってもそのルールを信じきることができなかったり、トレードに対する自信のなさゆえにせっかくここまで来ているんですが、マイナスステージのところでお話ししたように別の手法に手を出してまた一からスタートして、この2つのステージの間を行き来している。そんな状態に陥ることも珍しくありません。ただ全般的に見ると、マイナス時代の特徴にあった問題は解消しつつある段階ですし、確実に成長はしていると思いますので、まずはここまで来れたということを自信を持っていいと思います。あとはせっかくここまで来たのに、こっちのマイナスのステージに戻らないように、やはりここに書いてあるような問題が再び顕在化してくると、先ほど手法探しのところでもお話ししましたが、このステージに戻ってしまい、この2つの間を行き来する、そんな状態にも陥ってしまいますので、マイナスステージの特徴に陥らないように、現状の問題点の解決に取り組んでいくのが最優先です。では最後、収支プラスステージを見ていきましょう。収支プラストレーダーの特徴としてまず挙げられるのが、ドローダウンに陥ることがあっても、期間収支はプラスにできるという点です。ドローダウンというのは、一時的に資金が減少するフェーズのこと。マイナスステージやトントンステージでも、一時的に利益が出ている段階というのはありますよね。同じように、収支プラスステージのトレーダーも、一時的に資金が減少する段階というのは存在します。ただ、期間収支をプラスにできるのは、勝った時の利益を負けた時の損失より大きくするトレードを一貫して継続できることによります。ここがまず一つの違いということです。ではこれをさらに 3M の観点でブレイクダウンしていきましょう。このステージにいるトレーダーは例外なく自分の確立した手法、自分のトレードの型というものを持っています。そしてその手法はエントリーまでに至る条件、損切りや利益確定の基準、全部が言語化されていて説明できる状態にあります。さらには相場の状況に応じてどの型を使うかも最適化されています。トントンステージの特徴にあるような相場状況を考慮しないでいつも同じパターンを使うということがありません。言語化できるということはそこにロジックがあるということ。ロジックがあるからこそそこに再現性が生まれる。それが冒頭お伝えしたこの部分。利益が損失より大きいトレードを一貫して継続することにつながるんですね。こういう状態ですので、とにかくやることが明確なんです。自分の勝ちパターンというのがあるので、何が自分にとってチャンスで何がチャンスでないかが分かっています。自分にとってよくわからない相場、自分がトレードできない動きで手を出しても資金を減らすだけということを経験的に知っています。時には何もしない勇気、トレードを見送ることができる勇気は、マイナスステージやトントンステージには備わっていない特徴の一つと言えるでしょう。資金管理とリスク管理には堅牢さと柔軟性が備わっています。1トレードでのリスクが明確に管理されているのはもちろん、資金の増減に伴ってリスクを調整するような動的アプローチを取ることも珍しくありません。例えば冒頭で紹介したドローダウンのフェーズ。ドローダウンを抜けるまでは普段よりリスクを落としてトレードを行い、逆に資金が増えれば取引サイズを上げていくなど、状況に応じてリスクを動的に変化させる調整力がきちんと身についているんです。いいトレーダーは負け方の名手であるという言葉にあるように、このステージにいるトレーダーは負け方にも一貫性があります。負け方の名手というのは何も必ず損切りを行うということだけにとどまりません。終始プラストレーダーは自分の勝ちパターンを知っていると同時に自分の負けパターンも知っています。こういう場面では負けやすいから手を出さない。自分が負ける時のパターンは大体これとこれ。といったように、そういう時には相場に近づかない。もしくはポジションを持っていてもおかしいと思ったらすぐに撤退する。このような危機察知力と立ち回り力が備わっています。最後マインドの面ですが、ここでも前の2つのステージとは大きな違いがあります。まず終始プラストレーダーの中に個別のトレードの結果に執着している人はほとんどいないでしょう。勝ち負けに一喜一憂せずに自分がやるべきトレードを淡々と継続し、勝ち負けの結果やいくら勝った、いくら負けたではなく、ルールや基準に沿ったトレードかどうかに価値を置いている、そういった違いがあります。トレーダーも人間ですから、どのステージにいても感情が出ることはもちろんあります。絶好のトレード機会を見過ごしてしまった自分にがっかりした。
普段はやらないミスを犯してしまったことで自己嫌悪感を抱いた。ただこのような感情を抱くことがあっても、それを観察することができ、感情に飲み込まれて衝動的に反応してしまうことがありません。感情が変化してもそれに対応できる対応力が備わっています。また自分が用いる取引手法で大体どれぐらいの負けが発生するかも把握できているので、損失を必要コストとして冷静に受け入れることができます。このようなマインド面の特性も手法や資金管理その他の面を支える土台となっています。はい。ということで、まずは自分が置かれている現在地を把握することが重要ということで、3つのステージごとにですね、特徴や問題点をお伝えしてきましたが、ここまでで自分の現状がある程度見えてきた方も多いのではないでしょうか。ただ分かっただけでは現在の状況というのは変わりません。現状と問題点が分かったら、それを解決していくための行動に落とし込んで、それを実際にやってみること。それがブレイクスルーに向けた第一歩です。ここからは3つのステージごとに下期に向けたアクションプランを提示したいと思います。これからお伝えするのはあくまでも現状を変えていくためのアイデアです。すべての人に合ったものとは限りませんし、またこれをやったから結果が必ず出る、そういった類のものでもありません。今回のこちらの診断表ですね、この中に書いてあることも、これが全てということではないですので、このアイデアを参考にして皆さんご自身でも振り返りをしてみてください。まずは終始マイナスステージの方向けです。動画の最初の方でもお伝えしましたが、今このステージにいるという方も、本来やるべきことでまだやれていないことが残ってるということですから、決してですね、自分を責めるなんてことはせずに、ここからできるだけ早く抜け出すために何をやっていくか、そういったポジティブな視点で聞いていただきたいと思います。マイナスステージの方のテーマは、まずトントンステージに行くということ。一刻も早くこのプラスのステージにたどり着きたい。そういった気持ちはわかりますが、いきなり一足飛びにプラスのステージを目指さずに、まずはトントンになれることを目指してください。普段全く運動しない人、ジョギングなんかやったことがない人が年末にフルマラソンに参加するって無謀です。まずは5キロとか10キロのミニマラソンに参加して完走できるようになること。これが第一ステップです。このように遠すぎる目標って現実と乖離しすぎているから実現が困難になりやすく挫折しやすいんですね。なのでまずはトントンに持っていけるようにここを目指すのがいいかと思います。そしてトントンまで持っていったらそこからプラスという感じですね。ではマイナスを抜け出してトントンにするために 3M の観点でさらにブレイクダウンして見ていきましょう。まず手法の観点なんですけども3つお伝えします。1つ目、狙う方向を一本化してみてください。このステージにある間は上位足の方向に沿った方向だけトレードする。この一本に絞ってみるといいと思います。例えば現在は時にはトレンドフォローして時には逆張りしたりといろんな方向でトレードしているという方は、ひとまず上位足の方向に沿った方向のトレードだけに注力するということです。このステージにいる間は結構ポジションを持ってすぐに逆行するということも珍しくないと思います。で、上位足の方向に沿ったトレードのいいところっていうのは、多少の逆行はもちろん発生しても、相場の助けを得られやすいんですね。加えてこれをやると、現在いろいろな方向でポジションを持っているという人は、トレード回数だいぶ減ると思います。なので、トレード回数減った分ですね、チャートの分析の時間にもっと時間を当てるとか、行ったトレードの振り返りやトレードノートをつける時間に当てるようにしてみてください。二つ目です。手法を一つに絞る。なぜ一つに絞るのがいいのかというと、これはその手法に早く習熟できるからです。例えば皆さんがギターの練習をするということを思い浮かべてみてください。A という曲と B という曲、両方弾けるようになりたいとします。この時 A と B の曲の練習を並行してやったら、当然一つの曲をマスターするスピードは遅くなりますよね。でも A をマスターした後に B に移れば、A をマスターする過程でできるようになったコード進行を B の曲でも実は使えたとか、A を練習する過程で得たコツを B の練習でも適用することってできるじゃないですか。そうすると B の習得って意外と時間がかからなかったりするんですよ。でも最初から A と B を並行してやると集中力も分散されますし、結局どっちつかずになってしまいがちです。2とを追うものは何とやらってやつですね。じゃあですね、手法を一つに絞るときの絞り方、どうやってやっていけばいいかをお伝えします。上半期にいろいろな手法を試したという方は、これから言う2つの条件で、その中からトップ3をピックアップしてみてください。1つ目、成績が一番良かったもの。そして2つ目が、皆さんの直感でこれいいなとか、なんかこれ自分に合うなと感じたものです。この2つの軸でトップ3を選んでから、その中から1つ選んでください。診断表の解説のところで、終始プラストレーダーは自分の手法が確立しているというふうにお伝えをしました。一方で、今この終始マイナスのステージにいるという方は、
現在はもしかしたらいろいろなものを探して試している状態にあるかもしれませんが、これからここに向かっていくにあたって自分の手法を構築していかないといけないんです。その時に大事なのが、取引手法っていうのは自分のライフスタイルももちろんそうなんですが、パーソナリティ、性格に合ったものである必要があるんです。要は自分が快適になれないものを使い続けていくことって難しいんですね。トレードスタイルもそうですよね。どうしてもですね、1分足とか5分足を凝視しながらスキャルピングをやっていくのは合わないとか、どうしてもスイングトレードみたいに長くポジションを持ち続けるのは性に合わないとかあると思うんです。それと同じで手法にもその人のパーソナリティに合う合わないってあります。なので直感を重視して皆さん自身がなんかこれいいなとかなんかこれ合うなと感じる部分を大切にした方がいいと思うんです。で、トップ3の中から一つ選んだらそれに絞ってあとはやっていく。過去検証もしてしっかりと使えるようになるための練習もやる。そういった形でやってみることをお勧めします。このあたりの検証のお話っていうのはこちらの動画の中でお伝えしていますので、合わせて確認してみてください。手法カテゴリーの3点目は、マイナスステージあるあるトレードを排除するというものです。根拠が明確ではないなんとなくのエントリー、衝動的や感情的なトレード、たくさん当てはまるものがあるという方は大変かもしれませんが、これらは全部やめるようにします。やめると口で言っても行動するには工夫がいります。そこでここに書いてあることをチェックリストにしてポジションを持つ前にそのチェックリストを確認するようにしてみてください。今やろうとしているエントリーは根拠のあるエントリーなのか、衝動的感情的トレードでないか、トレードしたくてエントリーしようとしていないか、こうしたチェック項目を作って今行っているなんとなくだったり感情的なトレードを少しずつ論理的判断に変えていく習慣をつけましょう。チェックリストもポストイットとかに書いて机に貼ってもいいんですが、こういうのって気づいたら剥がれてどっかに行っちゃったりしませんか？で、そういう方はチェックリストをチャートに表示できるインジケーターもあるので、こういったものも活用してみてください。今ですね、実際にチェックリストをチャートに表示する形でお見せしてるんですけども、このように端の方に表示しておけば、それほど邪魔にもならないと思います。この列の幅ですとか、フォントの大きさっていうのはカスタマイズできますし、今はチェック項目3つしか表示してないですけども、これ最大で10個までチェック項目追加することができますので、今回紹介した以外にもよくやるミスがあるという方は、ここに書き込んでおいて、エントリーの前にそれをチェックするようにするといいと思います。このチェックリストインジケーターは僕が開発したものですので、概要欄にリンクを貼ってあります。はい。ということで、チェックリストですね。これはすぐ今日からでも作れますので、下半期変えていきたいという方は、ぜひ作成してみてください。続いては資金管理を見ていきましょう。資金管理についてはシンプルです。毎回のトレードの許容損失額を事前に必ず定めるということ。そしてそれをもとに取引サイズ、ロットサイズを計算し、損切りを逆差し値でセットしてしまいます。特に現状、損切り位置を決めていないでエントリーすることが多いとか、損切り水準を無視してしまうという癖がある方は、損切り水準は定めても、そこに到達したら手動で切ればいいやというふうにやっていると、おそらくまたずるずるとホールドしたりすると思います。なので逆差し値を毎回セットして機械的に損切りする。そういった癖づけをしていくのがいいと思います。というように資金管理に関しては、まずはこうした基本動作をしっかりと行うということ。それだけでコツコツドカンに陥ることは防げます。資金管理の基本的な内容については、資金管理の教科書という動画を過去に公開しています。今回説明した許容損失額の設定方法、それをもとにした取引サイズ、ロットサイズの計算方法など、この動画の中で詳しい方法を解説していますので、これまで資金管理について意識してこなかったという方は、こちらの動画を合わせて視聴してみてください。それからマインド面ですが、もちろんマインドというのは重要なんですけども、このステージの段階ではあまりマインドがどうこうとか考えないでいいと思います。今回この表に書いた点というのは、資金管理の内容がクリアできればある程度はカバーできます。なので、マインド面よりも手法や資金管理のところでお伝えした基本動作をしっかり行うということ、ここにまずは注力するのがいいと思います。はい、では次ですね、トントントレーダー向けのアクションを見ていきましょう。このステージにいる方に重要なのは引き算の発想です。先ほどのステージ別診断表のところで、トントントレーダーの特徴は利益と損失が等しいという式をお見せしました。じゃあ、ここからプラスに持っていくためには、利益を増やしていけばいいんでしょ？価値を増やしていけばいいんでしょって思う方もいるかもしれませんが、最も優先すべきことは別にあります。もちろんですね、利益を適切に伸ばせるようになることも重要ですので、これはこれで取り組んでいただくっていうのはいいと思うんですが、このステージにいる方は、まず勝とうとするんではなくて、無駄なトレードをやめるということを第一優先事項として意識してみてください。それがうまくいけば結果は大きく変わる可能性があります。先ほどもお伝えしましたが、このステージにいる方はまだまだ無駄が多いという方が結構いらっしゃいます。
こういう僕もですね、トントンの時を振り返ると無駄なトレードが多かったですし、いろんな方からご相談をいただいてお話を伺うと、やっぱりこれに当てはまる方は多いんですね。ということで、無駄なトレードをどうやって排除していくかなんですけれども、これから言う3つの条件で上半期のトレードを見直してみてください。なぜこんなところで入ったんだろうというトレード。冷静に相場を見ていれば、ここではトレードしないというもの。成績に悪影響を及ぼしているものです。これらに該当するものを特定します。そうしたら、それらの中から同じようなものを3種類ピックアップしてください。例えば、レンジ相場の上限間近のところでロングしているものが多いとか、押し目や戻り目を形成するのを待たずに価格が伸びきった先で高値を掴んでいるものが多いとかです。そうしたらそれらを先ほどマイナスステージトレーダーのところで紹介したチェックリストに記入します。あとは毎回エントリーの直前に今からやろうとしているトレードがこの3種類に該当しているかどうかを照らし合わせて、3種類に該当していたらそのトレードはやらないようにする。このようにやってみてください。というように、まず無駄なトレードを排除していくというのが最優先。冒頭でこのステージにいる方に重要なのは引き算の発想ですというふうにお伝えしました。これどういうことか、最近公開した動画の中から一つ例を紹介したいと思います。2019年にトレードを始め、4年後の2023年にトレード世界選手権で世界王者となったガバダン・ガジャラさんというトレーダーの方がいます。この方も当然ですね、最初は終始マイナストレーダーのところで苦しんで、この3つのステージを駆け上がった道のりっていうのをこの動画の中で紹介しているんですけども、この方が利益を出せるようになった要因というのは、何か新しい手法を取り入れたとか、新しい分析方法を学んだとか、新しいインジケーターを追加したりとか、今あるものに何かを追加してブレイクスルーを果たしたんではないんです。むしろその逆でリベンジトレードをやめた、コツコツドカンをやめた、ポジポジ病をやめたというように今ある状態から無駄なものを徹底的に省いていった結果大きく成長したんです。このようにトレードで利益を出していく上で引き算の発想ってかなり重要です。無駄なことをやらないから勝った時の利益を無駄に削ることなく利益が残っていく。この引き算の発想をトントンステージの方にはぜひ意識していただければというふうに思います。このガバダン氏の詳しい取り組み内容に関してはこちらの動画の中で解説していますので、今回の動画を受けて下半期状況を好転させていきたいという方はぜひ参考にしてみてください。はい、そうしたら次は2点目なんですが、次は利益を適切に伸ばすようにする対策です。この点で最もシンプルなのがリスクリワード固定で指し値で決済するというものです。チャートを見ていたり、口座の含み益の金額が上下しているのを見ると耐えられなくてついつい決済してしまうという方は、この方法結構おすすめです。ポジションを持った時に損切りに逆差し値を置くのと同様に、利益確定についても、例えばリスクリワード2や3という水準で指し値を置いてしまう。で、あとは放置。機械的にできるので、感情が入り込む余地を少なくすることができるのと、資金管理を自動化できるという点がメリットです。ということで、ここまでですね、トントンステージの方、マイナスステージの方向けにお伝えしてきた中で、ところどころで過去のトレードを見直して、これをピックアップしてくださいというふうにお話をしてきたんですけれども、そもそも見直すにしても記録が何もないので、見直す手段がないと思った方はいませんでしょうか。ブローカーから毎月送られてくるこういうステートメントを見ても、エントリーの価格とか日付とかいくら勝った負けたはわかるかもしれませんが、例えば上半期ですね、いろいろな手法で取引をしたんだけれども、どういう根拠でトレードしたとか、どの手法が一番成績が良かったとかはわかりませんよね。ということで、トレードノートをつけていないと、ここまでお話をしてきたような、うまくいかない原因を突き止めて、問題点を解決して軌道修正していくっていうことができないんですね。なので、そういった方は、下期からトレードノートをぜひつけるようにしてみてください。トレードノートですね、どうやって書いたらいいのか、どのツールを使えばいいのかわからないという方もいらっしゃるかと思います。手書きのノートがいいのか、Excel などのツールがいいのか、そういった方は僕が公開しているツールもあります。概要欄にトレードノートテンプレートとその解説動画のリンクを貼っていますので、ぜひ使ってみてください。上半期にノートつけていなかった、途中でやめてしまったという方は、今から思い出して全部つけるのは無理だと思いますので、これはもう仕方ないですから、一旦は記憶を頼りに選んで、下期からしっかりとトレードノートをつけていくといいと思います。はい。では最後、上半期に収支プラスステージに到達することができた方ですが、上半期ここまで自力で持ってくることができた方は、それなりの力がありますので、僕からはですね、2点ほど補足をさせていただきたいと思います。まず1つ目が、上半期にやったことの継続です。今年の前半戦、こういうことをやってきた。
こういう風にやり方を変えていい結果につながったものがあれば、それを後半戦も継続してみてください。今回紹介した診断表の中でもいろいろ紹介しましたが、これ以外でも該当するものがあると思います。毎回トレードシナリオをきちっと立てるようにした。毎回のトレードのリスクを固定するようにした。トレード記録をつけ、必ずトレードの振り返りをするようにした。そういった行動ができるようになってきていると思いますので、今度はできる状態から習慣化できるように、ぜひ下半期も継続しましょう。そして2つ目が、過去の過ちを繰り返さないようにするです。今までマイナスやトントンステージにいたのが、ようやく収支プラスステージに来たということで、安心して気が緩んでしまった。マイナスステージ、トントンステージにいた頃の過去の過ちを繰り返してしまい、前のステージに戻ってしまったとなっては元も子もありません。前半戦も無駄なトレードがまだまだ多かった。まだまだフォモトレードの癖が残る。相場のボラティリティが高くなると飛び乗りトレードやポジポジ病が再発する。そういった問題が残っている場合はですね、先ほど紹介したチェックリストを活用するなどして問題が再発しないように取り組んでみてください。上半期ここにたどり着いた方の次の関門は、それを後半戦も維持できるかです。はい。ということで今回は3つのステージごとによくある特徴、問題、そして今後のアクションを見てきましたけれども、皆さんに当てはまるもの、これからやってみようと思ったものはありましたでしょうか？もし皆さんの中にこれをやったらトントンになれました。これを変えて収支プラスにできました。そういった経験があれば、ぜひコメント欄でシェアしていただけると、まだ迷っている他の視聴者の方のヒントになるかもしれません。上半期にうまくいかなかった方、思ったような結果が出せなかった方の中には、自分には無理かもしれないと諦めかけたことがある方もきっといらっしゃると思います。でもまだ半年もありますし、何か物事を変えていくというのは、これをやってみたらいいのかもしれない。こういうやり方に変えたらいいかも。そういったアイデアやヒントに気がついたその日がスタートラインになります。年末になって皆さんがあの時やってよかったと思えるかどうかは今日からの6ヶ月で決まります。今回のこの動画を見て解決しないといけない問題が分かった。やっていなかったことに気づいた。やればあと少しで変われるかもしれないと思えた。そう感じた方は無駄なトレードを振り返るとか、チェックリストを作ってみるとか、そういった小さな行動が大きく変わるための第一歩になるかもしれません。下期はすでに始まっていますので、ぜひ今日から小さな行動をしてみてください。